上手いアニメーターがなんで一箇所に集中するのかっていうね、僕の世代だったらやっぱあれですね、電脳コイル、グレン・ラガンとか同じ時期にやってましたね。なんか同じ作品内にすごい上手い人たちがなんかその集中するみたいな、そういう作品がねあるんですよ。で片やですね、人気な原作なのになんでこうなったみたいなねいう嘆きもですね、少なからずあるじゃないですか。なので、僕がアニメーターになろうってなった時に、何としてもこの上手い人たちのグループに入れないかなって正直思ってました。逆に言うとそれをやっぱ狙ってないと多分そこに入れないんじゃないかなと思います。少なくとも僕のね作品経歴見れば分かりますけど、そういう人たちの手伝いができるぐらいのレベルだったと思います。電脳コイルにせよエヴァンゲリオンにせよね、そこでは僕はその当時のレベルだったら弦が張るのが限界かなって感じでしたけど、若干ちょっとレベルが落ちる作品になると、簡単にですね一瞬でその絵コンテ演出作家なんてのはすぐできるわけですよ。技術っていうのがですねはっきりと、勝ち負けが分かる、もう勝負の世界なんです。プロですから。もちろんですね画力だけじゃない人柄の要素ってのも加味されます。しかし技術がない、画力がないと根本的に無理です。そんな中でね、今軽く前提条件を話した中でなんで集中しちゃうのかというとですね、もうめちゃくちゃ簡単に結論言うと、下手に直されたくないからっていうね、すごいシンプルな理由ですね。上手い人ほど理想が高いわけですよ。お金を稼ぎたいとか有名になりたい以上に上手い作画をしたいんですよ。自分の納得のいく映像、アニメーションを描きたいんですよ。そういう意味ではですよ、僕今日上手いアニメーターって言ってます。上手いアニメーターと稼げるアニメーターって違うんですよ。上手いし稼げるアニメーターもいる。上手いけど稼げないアニメーターもいる。上手くないけど稼げるアニメーターもいる。そして上手くないし稼げないアニメーターもこれあるなしですね。これね、皆さん画力や技術を向上させていけばいくほどアニメーターとして、稼げるようになる、食えるんじゃないかと思ってるかもしれません。もちろんその傾向は当然あります。しかし一概にそうとも言えないところもある。それはなんでかというと、需要と供給の問題だからです。上手いアニメーターはね、今言ったように下手に直されたくないんです。だからトップのアニメーターが凄まじく上手いと、むしろその上手いアニメーターにちょっと修正してほしいというか、アニメ主塾は有料で添削をしてるじゃないですか。プロのアニメーターはですね、無料どころか逆にお金もらってなおかつ上手い人に添削してもらうみたいな感じです。今までこっちだと50でしたと、それがじゃあすいません35になっちゃいますけどどうします？全然やったりするんですよ、人によって。意味わかります？これそのチームの方が自分が上手い修正をしてもらえると全然やったりするんですよ。これが完全にメジャーな考え方ではないですけど、上手いアニメーターであるほどお金じゃなくて上手い人に修正されて、それで勉強したいというか、そういう選択をする人がいるんですよ。当然ながら上手いアニメーターがトップにいようがいなかろうが、一本の作品の中での大まかな予算って大体決まってるんですよ。こっちはうまい、アニメーター座組だから、こっちの予算の3倍ですみたいなこと絶対ないです。そうなるとどうなるかっていうとですね、当然ながらギャラはですね若干辛い、傾向になると思います。そのうまいチームではなんだけど、そこに入りたいんですよ。やっぱりうまいからね、修正もいいからね。これね、自分がアニメーターになってみてやってみた人だったら分かるんだけど、下手な修正されるとめっちゃ腹立つんですよでうまい修正されると、いいもの見させてもらいました、ありがとうございますみたいな、ちょっとでもそのクオリティをキープしたいと思いますっていう、本当心の底からそう思えるんですよ。一方ですね、このぐらいの考え方のこういう人の絵か、しんどみたいなだんだんですねそういうところをね避けるようになってくるんですよね。なので気づいたら一面、気づいたら知り合いの仕事みたいな、仕事の来るルートっていうのは2つあります。主に1つは今言ったように、制作さんからの連絡、電話、メール、今だったら相互フォローの DM、 もう1つメインスタッフからのオファー。この2種類がある。要するに知り合いってやつですね。上手い人はこの知り合いだけの仕事で埋まります。制作が連れてきた人をそのまま使うのは正直怖いです。というかほぼ全集しなきゃいけないとまず思ってます。だからでもね、僕もさ一応さそんな鬼じゃないからさいきなりこう突っ放すのもダメじゃないですかそれなんで
いいけど何でもいいけどその人の絵にしてって、それ条件一つ俺はつけてました。なんでって、最後直すの俺だからなそうよくさじゃないのアニメーターがさイライラしてません？ X 上でなんか見てません？あれね、怒りたくなりますよ制作さんが連れてきたですねアニメーターも全集しなきゃいけないんですよ。で作画監督ってもともと仕事としては全体を整える仕事だったりとか、いわゆるプラスアルファの仕事なんですね。これはある程度ちゃんとした原画があるという話であればそういう風になるんだけれど、ほとんどそれ名ばかりで、作画監督イコール原画のなんか書き直し要因にされちゃうわけですよ。ゼロから書き直すとしんどいですよこれ。しかもスケジュールがなかったりすると、それはね制作にその人集めを丸投げしちゃってるせいは大いにあります。だから僕それもう絶対そうなるの分かってたんで、事前にその人集めの段階からなるべく僕積極的に知り合いとか、それこそね僕の作品仕事に参加してメリットがありそうな人、主に若手だって、僕と同世代ってみんなもうすぐさキャラで作家監督みたいなどんどんなっていくような人たちにいきなりさちょっと手伝ってってなかなか言えなくなるんで、あれ正直ですよ。全然書けない10年20年やってる人よりもこれから頑張って上手くなろうっていう1年目2年目の方が正直うまい。人はねゼロから教えた方が早いってその時思いました。やっぱりだから作家なり演出なりがこの人にここお願いしたいと思ったその人なのか、もう制作が穴埋め要因として、頭数揃えるためにとりあえず振った人なのかっていうので、ここで大きく2つに分かれるんですよ。でその2でその知り合いが片方呼んだってなるとさ、貸しができるわけですよ、簡単に言うと。でその貸しを返そうかみたいな、持ちつ持たれつ関係みたいな。例えばですよ、スカイクロラってやってね、押井監督のやつですね、プロダクション IG のやつね。ボーリングのシーンが本田武さんっていう人が書いてて、で作画監督が西尾哲也さんで、その2人はねお友達なんですよね。その後のエヴァンゲリオン派はそれ僕もやってました。でそこにですねなんだっけビーストモードエヴァンゲリオンなんだっけあれ2号機のなんかビーストモードのシーンが西尾さんやってんですよ。それなんかラフ弦上がってる時なんかナルトみたいな絵だなと思ったらああ西尾さんやってんだみたいな感じで、こういうことです。一言で言うとこのお互いすごいハイレベルな人たち同士って行ったり来たりするんですよ。そして一部宮崎作品も実はこれアニメーター3分の1ぐらいずつ被ってるんですよ。これ4分の1とか平気で。これが、スタッフが被る理由です。この知り合いのコネクションつてで仕事をする理由ね。もう一回話戻りますけど、下手に直されたくないんですよ。困ったことにですね、へんてこにちゃちゃ入れてくる変な人がね途中でいたりするんですよ。そのちょっと微妙な作品だとなんだこれみたいなことをしてくる人いるんですよ。変な思い込みでもってへんてこなことしてくる人がね、アニメ業界に普通にいるんですよ。しかも結構メインスタッフで。そういうことが、知り合いの作品だとないんですよ。なんでかっていうとそういう人しか集まんないから。例えばですけどね、作品の1期はすごく好きなのになんかこの2期以降なんでこんな風になっちゃったかなみたいなことあるでしょ。なんかキャラクターデザインの人が変わっちゃったんだ、創作感ってでかいんだなって。でかいんですよいやどうでかいかなんです。これ問題が。上手いアニメーターほど下手に直されたくないという心理が分かればすぐ正解分かりますよね。そのメインアニメーターよりも上手い人がまず参加することはないということです。その作品にはたまたま知り合いのゲスト出演的な、あるいはオープニングのみとかっていういわゆる奇跡ですねはたまにあります要するにそのメインアニメーターよりも、下の人たちっていうと失礼ですけれど上手くない人たちが基本的に参加することになるのね。ということは元々のシリーズでこの人はもう業界でもトップクラスだろうというような人がメインアニメーターをやってれば、その人に絵を修正してほしいなと、ね、やる気のあるすごい上手い人たちが、あるいはその上手い絵の意図が分かる人がそのまま、参加するというか、よく皆さんがね好きな紙話数じゃないけど作がすげえこだわってるいい話数みたいなのあるじゃん。あれがね出現するというか、それの理由もまさにそこに入るわけですよ。そんな感じで上手い人たちが集まり先鋭化していくと。でね、そのスタジオじゃないんです皆さん。
もう一つ知ってほしいのは、ジブリがとかね、ガイナックスが、プロダクション IG がとかじゃなくて、実はそのスタジオごとに旬の時代っていうのがあるんですよ。あの時代のあのスタジオのあの瞬間のあのメインスタッフのあの人たちのあのノリが最高だったよねっていうことがあるわけです。そして僕がすごい見てて感じたのは、その上手いグループとそうじゃないグループ、上手いグループっていうのは全体の 10% 以下しかいないです。もう下手したら 1% ぐらいですの世界と、そうじゃない差が激しすぎるあと同じ時代に生きているのにレベルが違いすぎる作画が同居してるんですよ。おかしいでしょこれ。それでアニメ主軸始めたんですよ。あまりにこれスタジオじゃない、そのチームによって格差がありすぎるだろうと。これどうにか是正できないかなって。で僕はですね、どっちかっつうとその中間のポジションの人間ですよ。その時ね、20代後半後半の僕はね。で要するに苦労したわけです。その上手い人たちのレベルについていくのにやっぱりもっと早く上手くなれたらその中でも活躍できたのにっていうなんか悔しい思いがめちゃくちゃあるわけですよ。なんか作品歴だけ見るとなんかすごい作品いっぱいいろいろやってるように見えるけれど、その中では僕はかなり悔しい思いをしてきてるんですよ。綺麗事っぽいですけど、その架け橋になろうということですよ。その上手いレベルのノウハウを僕が吸収して、それを、言語化して、その人たちで要求されるものは何なのかと、高い水準のもの、要求されることは何なのかと。アニメの基本なんです。簡単に言うとそれは空間の圧縮だったり、キャラクターを空間に載せるとか、レイアウトの収まりとか、ほんと基本中の基本の話ね。これアニメ主軸のキャラコースの話だったり、レイアウトアニメコースの話だったりっていう風に、各コースにですね、この超トップレベルの考え方を落とし込んでるわけですよ、アニメ主軸って。だから塾生さんでアニメスタジオねに入った人分かると思うんですけど、自分の入ったスタジオの方がアニメ主軸で教わってることよりクオリティが低いってこと多分ね普通にあります。だけどこれね、受験に例えると分かるんですけど、東大受験を前提に勉強してたらその下の大学大体入れるじゃないですか。それと同じ理論で、一番求められる要求のかなり高い水準の教育を受ければ、おのずとそのロークオリティな作品になんぼでも合わせることができると。で高い水準のものを知っていればいくらでも低い水準に合わせることは可能なんですよ。でなんかね、僕ねそれねどっちもなんか嫌なんですよ。なんとなく上の人たちだけで群れてる感じ、なんとなく下の人たちで群れてる感じ、なんか同じレベルの人たちだけで群れてる感じっていうのがね、なんとなく俺ねなんか好きじゃないんですよ。なんかそこをねシャッフルしたいなっていう気持ちがすごくあったんですね。